こんにちは。今日は中ぐらいのサイズのバッグを作っていきます。模様編みは葉っぱがつながっているようなデザインになります。とても可愛い模様です。ストラップは短くしても長くしても大丈夫です。よかったら作ってみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使う糸はダイソーさんのメランジトリコ。これはピーコックグリーン。だいぶ前の糸になります。23年。こっちは少しだけ色が変わっていて、同じくメランジトリコのエメラルド。こっちも23年ですが、少し色が違っています。今回糸があまり多くないので、一緒に編んでいこうかと思っています。材質はアクリル 100%、50g で90メートル。使用界隈の目安は8号。これは今と入っている量が違うと思います。私はこれで編んでいきます。で、今回2本一緒にして編んでいきます。10号を使って編んでいきます。あとはマーカーととじ針を使います。で、2本一緒にした状態で、4ミリぐらい。いろんな色があるので、お好きな糸で編んでみてください。まず、細長い底を作ります。細編みで一周編むだけなので、あまり難しくはありません。最初の鎖の数は4の倍数マイナス1。模様が4の倍数になっているので、鎖の数は4の倍数マイナス1にします。例えば7、11、15、19、23、27。こんな感じの数で編んでいきます。この最初の鎖はゆったりと編んでいきます。このまま作りたいサイズになるまで編んでいきます。で、鎖を27編んできました。長さは26センチ。この糸は色によってだいぶ太さが違っているので、好きな長さまで編んでいきます。それを4の倍数マイナス1に当てはめます。次は細編みで1周します。この1周目はこの端の鎖にここに細編み3つ、反対側の端の鎖にも細編み3つ。これで細長い楕円形が出来上がります。で、この端の鎖、ここに細編み3つ編むんですが、まず細編み2つ編んで、ぐるっと編んで、最後にもう1つで全部で3つにします。まずここに細編み、鎖1つ、1つ戻って2つ目に細編み。この時は裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。で、この時は裏返して針から1、2、これが1つ目の細編み。同じところにもう一つ。これで一つに二つ細編み。次から一つに一つずつ。まずここ。
このまま一つに一つずつここまで編んでいきます。端の手前まで来ました。端の鎖に細編み3つ。まずここ、次は同じところに2つ目で、この時この糸端を向こうに寄せておきます。この針の上を通ってで向こう側で、この状態で細編み、次は3つ目同じところで、この糸端を今度は針の上を通って手前に持ってきます。で細編み、これで一つに3つカーブができました。次から一つずつ、まず3つ入った隣、この糸端は編みくるんでいきます。次もこのまま一つに一つずつここぐらいまで編んでいきます。一周してスタートしたところまで来ました。これが一つ目の細編み、一つ目の細編みの入っているところ、ここに最後の細編み、ここは2つ細編みが入っています。ここに最後の細編み、これで細編み3つでカーブができました。最初の細編みに引き抜きます。1つ目の細編み、これで楕円形が出来上がりました。次は側面の1周目。1周目はずっと長編みをしていきます。全部一つに一つずつ。側面の1周目、まず鎖3つ、1、2、3、後で見分けやすいようにマーカーをつけておきます。で、隣に長編み、鎖の根元はここ、この隣から長編みをしていきます。ここに次もこのままぐるっと一周編んでいきます。このカーブのところでも一つに一つずつ一周編んで、この鎖の手前まで編んでいきます。長編みで一周しました。ここが最後の長編み。これは鎖3つの隣の隣、ここに最後の長編み。で、最初に編んだ鎖、1、2、3。上が2本、下は1本の状態。
これで引き抜きます。次は側面の2周目。まず鎖2つ、1、2、鎖の下は鎖3つ、この隣に長々編み。長々編みは針に糸を2回絡めます。1、2で下の長編み、鎖の隣で2本ずつ引き抜きます。また2本、これが長々編みで、次の長編みの上、今編んだ隣、ここに長編み、今度は上、これが普通の長編み、鎖1つ、同じところに長編み、これで V になっています。次の長編み、ここにまた長々編み、1、2、これで長々編み、長編み、長々編み、間は長編み1つ、ここには V、鎖があります。これを繰り返していきます。で、次は下のこの長編みをスキップします。ここは編まないで、次の長編みの後ろ、長々編みをします。1、2、これで長々編み、間は1つ空いています。次はこの V、隣の長編み、鎖、これで長々編み、V、長々編み、1回、2回、1、2、長々編みと長々編みの間に長編み1つ空いています。次も今度はここをスキップ、でまた V、これを繰り返していきます。次は V、
これで1周します。2周目の終わりまで来ました。今長々編みを編んだところ、最初の鎖の下から2つ目、次は3周目、また鎖2つ、1、2、次はこの模様の V に長々編み、 V のこの長編みの後ろ、これで V に長々編み、次は V のこの三角に針を入れて V、 三角、鎖、同じところに長編みで、これで V、 ここも V、 次は長々編み、この V のこっち側の長編みの上、1、2でここで、これを繰り返していきます。次も同じ、この V に長々編み、 V 長々編み、真ん中の V に長々編み、次は三角、長編み、鎖、で V、 ここに長々編み、こんな模様になります。次も同じ。これで1周します。3周目を編んできました。今長々編みを編んだところ、次は鎖2つ、その次は長々編み、この長々編みに引き抜きます。ここ、これでつながりました。次からずっと同じ。鎖2つ、1、2で、この V のこの長編みに長々編みで V 長々編み、同じように繰り返していきます。
次からもずっと同じ。次もこの鎖2つの次の長々編みに引き抜きます。で、鎖2つで同じように繰り返していきます。で、側面を編んできました。長さは17センチ。最初の長編みを含めて数えて9周編んでいます。これは好みの深さにします。で、次に細編みで1周します。ここは同じ色で編んで、次の細編みを私はこの少し濃い色で編んでいこうかと思っています。このままで編んでもいいし、ちょっと色を変えても面白いと思います。まずこの同じ色で細編みを1周編んでいきます。まず鎖1つ、根元に細編み、次もこの長編みの上、次はこの V の真ん中、次は長編みの上、長々編み、また長々編み、長編み、 V の真ん中、これで1周します。細編みで1周してきました。この長々編みの上が最後の細編み。最初の細編みに引き抜きます。最初の長々編みの上。次に糸を変える場合はここで糸を切ります。同じ色で編んでいく場合にはこのまま続けて編んでいきます。同じ色で編む場合には細編み1周。私は色を変えるのでここで糸を切って次にもう1周細編みをします。この細編みの上に濃い色でサイドぐらいから始めます。新しい糸、また同じように細編みをしていきます。鎖1つ、根元に細編み、次もこのまま1周します。細編みで1周してきました。次はハンドルを作る位置にマーカーをつけます。まず底を見て模様も揃えて脇にマーカーをつけます。で、こちら側とこちら側、数を数えて同じ数になるようにします。同じ長さにします。次にハンドルを作る位置、これはお好みのバランスで大丈夫です。私は中央が12センチ、横は9センチぐらい、こっちも同じで、細編みの数を数えて同じ数になるようにします。私はこの位置の細編みは13、この部分は19、
こんな感じにしました。でマーカーがついたら横につけたマーカーは外します。最初の細編み引き抜いて、次からここからここまで細編みをしていきます。細編みをしてここから鎖を編んでいきます。細編み、次もこのままマーカーの手前まで編んでいきます。ここからスタートしてマーカーの手前まで来ました。マーカーのところにも細編み、次から鎖を編んでいきます。この鎖の長さはこれから作るストラップの長さ、好みの数だけ鎖を編んでいきます。まず1つ目、この1つ目の鎖にマーカーをつけておきます。この鎖の後ろ2本の糸の下、これが1つ目、次は2つ目。この鎖はあまりきつくならないように編んでいきます。このまましばらく編んでいきます。鎖を24センチ編みました。鎖の数は28。次はこれをつなぎます。ねじれていないか確かめてから最後の鎖にマーカーをつけます。マーカーをつけておくと後で便利です。でこことここをつなぎます。でこの時こっちが鎖、こっちが長い糸で、ここがマーカー、ここに手前から向こうに針を入れます。この細編みで細編みでつなぎます。これでつながりました。次から一つに一つずつ普通の細編みをしていきます。このまま一つに一つずつ、マーカーのところではまた同じマーカーのところに細編み、その後に鎖、同じ数だけ鎖を編んでいきます。でここでつないでまた細編みで、これが最初の細編み、ここに引き抜いて鎖一つ、またこの鎖の手前まで編んでいきます。鎖を2本編んできました。細編みをしてここで引き抜いて鎖一つ、細編みをしてきました。今足元を見るとここに普通の細編み、次は鎖の出ている細編み、次はマーカーをつけた鎖、ここから糸を出して、次はここから糸を出して一度に引き抜いてカーブを作ります。こことここ、まず普通の細編み、糸を出します。
次はここをスキップして1つ目の鎖、この裏にこの糸が盛り上がっているところ、ここに針を入れて糸を出します。今3本、これを一度に引き抜きます。これでカーブができました。次から一つに一つずつ普通の細編みをしていきます。次もで、このまま反対側の鎖の付け根まで、ここぐらいまで編んでいきます。反対側まで来ました。今足元を見ると、ここにマーカーのついた鎖、ここから糸を出して、もう一つはここをスキップして、この細編み、ここから糸を出して、ここから糸を出して、一度に引き抜いてカーブを作ります。まずこのマーカーのついている鎖、で糸を出します。次はここ、一度に引き抜きます。これでカーブができました。次からまた一つに一つずつこのまま一つに一つずつ細編みをしていきます。ここまで来たらまたさっきと同じ、ここから糸を出して、ここはスキップで、このマーカーのついている鎖、こことここから糸を出して一度に引き抜きます。で細編みをして、こちらもこのマーカーのついている鎖、ここから糸を出して、次はここ、こことここから糸を出して一度に引き抜きます。でまた細編み、ここまで編んでいきます。鎖の上に細編みを編んできました。これが最後の細編み、これが最初の細編み。ここで針で始末します。で少し長めに残して、最後の細編みから糸を抜きます。でマーカーをつけた最初の細編み、ここに手前から向こうに針を入れます。2本の糸の下、最後の細編み、上から針を入れます。で裏に出して、これを引き締めます。であとは裏でほどけないように隠します。
これで出来上がりです。これで出来上がりました。とても可愛く出来上がっています。これは横幅28センチ。同じ種類の糸で少しだけサイズを変えて作りました。こっちは鎖23で横幅23、縦は18センチ、ストラップは25センチ、使った糸の重さは 110g。こっちは横幅28センチ、20センチ、ストラップは25センチ、使った糸の重さは 150g。で、こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。